こんにちは、皆さん。Real Japanese Podcast のりゅうごです。今日は僕自身や友達の体験をもとにリアルな日本の大学生活をお話ししようと思います。ただし、僕や友達が通った大学の話で、日本全体の大学が全て同じというわけではないので注意です。それでは今回のポッドキャストのキーワードを5個紹介します。一つ目は文系。言葉や歴史の勉強をする場所です。理系。数学や科学などを勉強する場所です。塾。学校以外で勉強する場所です。実績。今までの成果や結果です。受験。学校に入るための試験を受けることです。この5つのキーワードをこのポッドキャストの中で自然に使っていくので、ぜひ覚えておいてください。それでは本編に入ります。まずは大学に入るまでのお話をしていきます。日本では大学に入るためにかなり必死に勉強する必要があります。ほとんどの人は学校の授業だけでは足りず、塾に通って勉強します。実際早い人は高校2年生の時点でもう大学受験のための勉強を始めることもあるんです。もちろん推薦入試や栄養入試といった方法もあります。これらの試験は面接やエッセイ、学校での実績などを見るものです。だからテストを受けなくても大学に入れる場合があります。ただ面白いのはテストを受けて入学した人の中には栄養入試や推薦で大学に入った人を見下す人もいます。俺はめっちゃ勉強したのにあいつらは勉強しないで大学に入ったんだって思っちゃうんですね。そういう人が多くいるくらいに受験は大変なんですね。次に大学デビューという言葉についてお話しします。大学デビューとは今まであまり楽しい学校生活を送れなかった人が大学に入った瞬間いきなりおしゃれになろうとしたり明るくなったり友達や彼女を作ろうと一生懸命になったりする現象です。実際僕の友達の中にも入学してすぐに服装を変えたり金髪にしたりサークル活動に積極的に参加し始めたりしてまるで違う人のようになった人がいました。しかし残念ながら大学デビューに失敗してしまうとその後友達がなかなかできず孤独な大学生活を送ってしまうこともあるんです。大学デビューでありがちなのは金髪にする、性格が変わる、みんな似ている服を着る、タバコを吸い始める、お酒をたくさん飲めると自慢するです。大学の中身についてですが、日本の大学は大きく文系と理系によって違いがあります。文系の大学は授業数や課題が比較的少なく、自由な時間が多いことが特徴です。
僕自身は文系に通っていましたが、文系はいい意味で自由。悪い意味では勉強をあまりしない人も多いです。あまり勉強をしないでも結構簡単に卒業できちゃうんですね。そもそも受験が大変すぎてもう勉強したくないって燃え尽きる人が多いイメージです。一方、理系の大学は勉強する内容や実験、レポートなどが多く、授業もかなり大変なことが多いです。ちなみに理系は女性が少ないことが多く、彼女を作れない男性が多めです。一方で文系は女性が多めなことが多いので、彼女がいる男性は理系よりも多いです。とにかく遊びたい人は文系に行きましょう。授業のスタイルについても少し話します。日本の大学では基本的に講義形式。先生が前で話して生徒はその話を聞くというスタイルが多いです。もちろんディスカッションやグループワークを取り入れている授業もありますが、基本的には講義形式の授業が多めです。また住まいについては、東京の大学に通っている生徒は一人暮らしをしている人が多いです。一方、東京以外の地方の大学では実家から通学する学生も多いです。そのため大学の寮に入る人は少数派です。次に日本の大学生活の楽しみ、サークルについて話します。日本の大学には様々なサークルが存在しています。ボランティアサークルのような真面目なサークルもあれば、スポーツサークルという名前の飲みサークルもあります。飲みサークルとはお酒をたくさん飲むサークルのことです。特にテニスサークルはよく飲みサークルであることが多く、テニスコートより居酒屋にいる時間の方が長いです。遊びたいだけの人ならおすすめのサークルですね。私は留学生のサポートをするサークルにいたのですが、本当にいい経験になったし、何よりも楽しかったです。ということで、ここまで日本の大学について僕や友達の経験をもとにお話をしました。日本の大学についてまとめると、入るまでがすごく大変。文系か理系によって大きく変わるが、基本的に良くも悪くも自由な大学が多いって感じですね。なかなか日本人じゃないと知らないリアルな日本の大学についてお話できたと思います。皆さんの国の大学はどんな感じですか？日本の大学と結構違いますか？コメントなどで教えてください。それでは今回のポッドキャストも最後までありがとうございました。次回もリアルな日本語と日本の文化を学べるポッドキャストを作るので楽しみにしてください。
またねー。